あっちゃん、パーツ買いに来たね。見てすんげえよ。ほら、こんなね、ロータのハウジングと、このスチールの部分と、エンジンはこれでできますよね。でもね、自分たちの力でどんなにね、頑張っても、分からないことが多くて、本当に今回、すごい大変お世話になった方がいるんで、みんなに紹介したいと思います。Ernie, you know, I talked to my kid about, we're older guys, I just got to know you through this transaction. I'm coming to you for some parts for the kids' car and stuff. And I just want to say one thank you. Thank you for being a gentleman, a man of your word. I want to thank you for being an old school guy who knows this stuff and willing to share his knowledge with two guys who really don't know a lot. President came out like a champion on top. Thank you. Uncle Ernie right here. Thanks, brother. Big thumbs up always. Long live the Rotary, man. Hey, long live the Rotary, the manual. Papa, I just want to say hi to you too, man. He's a good guy. Here's a baseball player, his kid. Real good kid right here. I can see working hard, working out. Got dreams to be a baseball player. Kansas, here he comes. Watch out. LSU. LSU, check this kid out now. 皆さんこんにちは。今日は中身をペンキする日です。見てみて。全部ワイヤリングとか取って、椅子とかも昔から取ってたんだけど、全部中ワキュームして掃除機かけてきれいにして、でここ一回ちょっと一箇所やってみて、結構この黒の方が好きだから全部中身を黒に塗ります。タオルも敷いてあるし、100% ではないんだけど自分のベストをやってます。ここもなるべくきれいにして、ここにあったサビもちょっときれいにして、それで今からペンキします。で、あともう一つ、昨日このパネルも一応ペンキしました。ここ黒に。それでこれをつけた理由は、下にここワイヤーがあるから、なるべくワイヤーに当たらないように、これもう一回反対側もつけました。このボンドの DIY まだ終わってません。今ちょっと休憩して、いろんな、かっこいいパーツとか買ったので、もう早めに中身を終わらせて、それでその後に外の、全部磨きとかボンドや傷を取るのが次に来るので、先に中を終わらせて全部組み立てて、それで外に続きます。ここもボンド見えるかな。一応ここ何箇所かボンドして結構スムーズになったので、せっかく中も全部敷いてあるから、これにもプライマーをかけたいと思います。で、多分ここにも中が乾いてる時にここのボンドを終わらせて、それでプライマーかけたいと思います。で、最後に時間があったら見て、新しいサンルーフアーニーさんから買ってもらったので、それを本当にちょっとだけサビがある。ここ見ればここね。で、もう昨日こんなに全部サビほとんど直したから、そのぐらいならできるから、それも時間があったらちょっと直してプライマーかけて車にもう一回つけたいと思います。では始めるか。マスク大事だよ。マスクとメガネ戻ってきました。では始めるか。ちゃんとシェイクしないとね、缶を。では始める。ちょっと見づらいから、ちょっとすごいいい感じだよ。見てみて、これ今どこちょっとだけやったのにまだちょっと濡れてるって分かるんだけど、全然ここのゴールドより黒の方がかっこいいと思います。それと黒に塗ってる理由は、カーペットなしの方がかっこいいと思うから、これでかっこいいと思います。今ちょうど運転席今終わらせた。見てみますか。結構だいぶ良くなりました。見てみて、これ。いやー、いいね。わざとここコンソールが入るから、ここの線を引いて、ずっと奥まで。ペダルは変えるから、そんなについても関係はなかったんだけど、結構いい
DIY どうですか？皆さんどう思いますか？いいですか？悪いですか？コメントに残してね。助手席も今からこれはいいや。これでシートが入ったらすごいかっこいいよね。びっくりするよ本当に。人がこの車を見るときに、なんでそんなに綺麗なの？ボロボロの FC じゃなかったっけ？まあこのあーちゃんが全部自分で仕事やったからかっこいいよ。まあ安くやってるんだけどちゃんと綺麗にスマートにやってるから、このプロジェクト終わったらみんなすごいと思うよ。びっくりすると思うよ。どのぐらいこの FC が変わるのか。俺も楽しみだからね。最後までこのプロジェクト見ててね。でこういうのが好きだったら、もしかして未来で86も作れるかもね。このイニシャル D 風に FC の後にもプロジェクトやってみたいと思いますから、もしかして86さっき言った感じみたいにやりたいと思うから、チャンネル登録してくださいね。じゃあ今これ終わらせたら見せます。俺の作業見たいって言ってる人たちもコメントセクションにいるから、まあ、頑張ってカメラ持ってペンキします。でこれ本当に俺だよ、パパじゃないよ。これ俺の手でカメラ持って、俺の手でペンキしてね。パパがいなくても俺ができるよね。信じてる人たちありがとうね。これ言うの楽しいから。 OK、 こっちもほとんど終わりだね。わあ、どうですか？これは結構いいんじゃないねえ。あっち側も俺にとってはすごいいいと思う。これって思ったより時間かかってないから、次にここを終わらせて、ここにもプライマー塗ってどうなるのか見てみたいよね。では始めるか。今ちょっとアルコールできれいにして、次にこのラストオリアム結構いいペンキでこれを、まあ、今ちょっとここに塗ります。オーバースプレーは関係ないから今だから、まあ一応俺にはオーバースプレー欲しくないから、それを取ってちゃんと振っていきます。じゃあ全部もやります。結構いいんじゃない？なんかまあちょっと乾かしてもう一回あと何回かやった方がいいと思う。プライマーが乾いてる間にちょっと綺麗にしたかったから、このワイヤーをこの中に入れて結構こういう感じに綺麗になります。これは椅子の下だから、まあ飲み物は車にね欲しくないんだけど、一応なんかが濡れたらもっと結構強くなってます。これはシートベルトにここにつながります。ではそれが乾いてる間にここも乾いてる間にこちらラプターの後ろでここのサビのところをホイールとサンディングブロックで直したいと思います。ちゃんとこれも目守んないと。 OK。最後にボンドする前に先にホイール使ったから、次はこれでもうちょっと綺麗にやります。サンディングして今ボンド塗りました。ちょっと乾かしてそれでもう一回削ります。でその間にもう一回これ持って
こっちに行きましょう。お、ここもう乾いてるからちょっと削って見てみよう。昨日夜遅くなったから次の日で結構さっきこれサンディングして1回しかやってないのにすごいスムーズです。で1回もうこれ全体ドリルとこのサビを落とすフィルで全部この周りのサビを取りました。それで次は全部プライマーをします。皆さんこの椅子の後ろかっこいいと思わない？だからさっきこのペンキを買ってきました。これをこの黒の上に塗って、そのバケットシートの裏みたいにね似てたらどう思いますか？やってみないとわかんないから振ってちょっと塗ってみます。今薄くワンコート塗りました。結構カメラではわからないかもしれないんだけど、ちょうどいいぐらいなんかピカピカしてて、反対側もで結構いいからバケットシートが入ったってすごいかっこいいと思います。ここはちょっとここすごい大変で、もうちょっと1時間ぐらい待ってもう一回やってみようかなと思うんだけど、もうここ全然わかんないよね。もうここ俺が直したって、ここもまあなんとかまだちょっとダメなんだけど、まあ結構良くなってる。今さっきこの直したサンルーフをこのラストラフォーマーで塗りたいと思います。もう一回アルコールで拭いてるから、あとはこれをよく振って塗るだけ。じゃあ始める。あ、もうちょっと始まったけど先に横をやりたいなと思う。1回目に全部ねついてなくてもまだ大丈夫だから、何回も何回もやればいいから。じゃあ結構大きいね、こうやって見るとこれ結構よくできました。まあこうやって手でやったから結構線が見えるんだけど、この上にラッピングするから、でもここのねボンドとかやったとこ全然見えないから、もうバッチリと思います。さっきこのプラスチック用の青も買いました。ダッシュも全部青いやつ買ったから、足の横のパネルもこれでちょっと塗ってみたいと思います。これは本当にどのぐらいダッシュと同じ青なのかはわからないんだけど、これを塗ります。ちょっと思ったより青すぎるね、これは。もうちょっとね、まあもうちょっと黒い青の方がいいよね、多分。これはちょっと薄すぎる。まあ失敗なんだけど、もう一回買いに行きます。